トミーダンスのまゆです。社交ダンス一般愛好家がダンスや音楽雑談、旅行記のブログを声でお伝えしています。ほとんどは限定公開ですが、たまに一般公開し、ダンス、音楽、旅行でつながれる方がいらしたら幸いです。今回の投稿は2020年コロナ禍9月大阪旅行2、3です。1日目、以前大阪に来た時、花店のダンスホールへ一度行ってごらんなさいと教えてもらったので、初めて訪れてみました。ザ・ゴールデンパレス。シャンデリアがきらびやか。ダンスホールと別にレッスンホール、靴、ドレスショップもあり、ダンス愛好家にとっては全てが揃うホテルのようなゴージャスな会場でした。ミキシングありますかと確認したら、コロナのせいかやってないとのこと。マドンナ席でリボンさん来るのを待機。なぜか自分の番ではルンバとスローばかりの選曲。隣のご婦人に聞くと、私はタンゴとチャチャばかりよ。踊ることよりもマドンナ席での会話が楽しくなってきました。このダンスホールの歴史も教わりました。格式ある建物は3階以上は住居マンションになっており、支配人のダンス好きが高じてダンスに特化した施設。リボン3名ぐらい常時待機で1000円はお得すぎる。今日より明日の方が学生リボンが多くていいわよとも。踊っては談笑を楽しみ、すっかりリラックス。4時前には急に人が引けた。駅までの送迎バスに合わせてお帰りになる方多数。激減した途端、支配人さんが挨拶に来た。さっき踊ってくれた方だったんだ。リボンさんもあれを練習したいと突然練習会が始まりました。ワルツのヒンジからセームフットランジ、チェックドウィーブやクイックのホップステップなど親切すぎる。7時まで会場オープンしているので、後半はチャーター先生とレッスンしている方々に囲まれてしまい、マイも送迎バスに間に合うようそーっと退出しました。2日目、高津ガーデンスイング主催。今回の宿泊先は歩いてでも行ける会場が2カ所選べる。道頓堀の夜景は趣ありますが、一歩裏道入るといかがわしい雰囲気も漂いますね。高津ガーデンは前回も行ったことあるのですが、主催者が違うのでカップルだけだと困るなぁと賭けでこちらに来ましたが大正解。前回のリボンさんにも会え、教室の先生も遊びに来ていたり、主催者の方もお上手。とてもハイレベルなメンバーでミキシングもあり安心でした。マドンナ席でリボンさん待機中は、次回行ってみたいダンスホールも教わり、お話に花が咲く。やはり大阪の女性は魅力的。素敵だな、味があると思わせるカップルも何組かいらして、それをただただ見ているのも楽しい。後半になると、顔見知りのリボンさんが入り替わり立ち替わり、またしても指導が入り、もはや部活動、強化合宿のごとく仕込まれました。パーティーに来てるのにおかしいな。前の許容範囲2時間を優に超え、メタメタになってホテル帰宅。まずい。歯茎が腫れてきた。明日も参加できるだろうか。3日目、高津ガーデン。カサブランカ主催。京都でたびたびお世話になるカサブランカさんは大阪にもやってくるので、今日は絶対ここに来ると決めてました。
マスターが、京都イベントは皆無や、と愚痴をこぼし、ママはよく来てくれたわね、と喜んでくれました。昨日、京都、連日参加の方が多かったので、仲良くなったマダムとも引き続き談笑。でも今日は新幹線の時間に合わせて早く帰るね、と時間いっぱいまで楽しみました。リボンさんと踊らなくても関西の男性リードは本当に素晴らしい。大阪の男性は寡黙な方が多く意外ですが、黙っててもボディリードで会話してますから満足感があります。関西旅行はマユにとって合宿となる旅になりそうです。今年海外旅行はできませんでしたが、おかげで4回旅行業を応援し、給付金も使い切りました。基本一人の行動、会食を伴わず、マスク着用、感染対策を万全にし、広げてるかもしれないよと言われてしまえばそれまでですが、ダンス活動で感染しないことを実証していきたいです。トミーダンスのマユでした。